どうもこんにちは、山時です。ということでね、皆さんねちょっと気になってると思うんですけども、エース君のねシェル作り一体どうなったんやということで、今バスもこんな風にキャンピングカーに改装してるので、いろんなことがちょっと重なりまして、その一からね作るっていうのは結構しんどいっていうことで、今回ねちょっとねチート技使っていこうと思います。まだちょっとね決定ではないんですけど、トラックのコンテナをそのままトラックの荷台にボンと乗せて中身をね改装しようかっていう話が今出てます。今回はそれをねちょっと見学っていうかもう、買う気満々で明日ちょっと見に行ってこようと思います。はい、レッツゴーゴーゴー山時計のとりあえずちょっと楽しみですね。とりあえず楽しみだね。一応妄想はね結構膨らんでるんやけどね。まああれしてこれしてこうなってみたいなのはあるけど、まあでも実際見てみないとわからないところもあるから、まあ見たら即買いかもしれん行ってからの判断ということで、そうやね、はい、ちょっと行ってみたいと思います。はい。あ、ここごめん、ここどれ？これ違うよ。違う？ここ右？あ、立ってるな。立ってる。でな半回だ。やっぱここやったんや。すごいいい人そう。すみません、ありがとうございます。すぐそこなんで、はい、とりあえずこちらに入れてこちら、はい、わかりました。ああいう車かっこいいな。あ、すごいなこれ。これすごいいいな。オープンカーかな。めちゃめちゃ容器あるんですね。はい、ということで着きました。これが一応ね目当てのやつですね。なんか全部コーキングもし直してあって、裏面も塗装してあるみたいですね。そこも、お、フォークリフト来たよ。フォークリフト気をつけて気をつけて、こっちおろうか。かっちょいい。おお、すごい。簡単に上がんねんな。ねえ、落ちてきそう。どうしよう。すごい。はい。あ、すごい綺麗ですね。全くサビもないですし、車でも何でもそうなんですよ。床というかそこが大事だと思うんで、再塗装してあるんですかね。そうです。僕の方で、はい。色塗るときに下回りも塗ってから塗ってます。おお、すごい。綺麗ですね。これは断熱は入ってないやつですよね。はい。お、すごいね。まあまあ広いよな。素敵なんやな、やっぱ。これそうですね。同じ色が違うだけなんですけどね。これだと。はいはい。おお。これも水流せるようになってるんですかね。そうです。向こうに水の穴がありますし。はいはい。こっちとこっちで。はい。これはもう保冷の断熱材が入っているタイプで。入ってます。はい。
これだと断熱剥がすんは結構めんどくさい。開けたり穴開けたり加工されるとなると、やっぱり一手間ありますね、向こうと比べると。リベットかなんかで止まってるっていうことですかね。そうですね、基本的にトラックって走るとこれカタカタカタって揺れちゃうんで、ネジがどんどん緩んでっちゃうんですよね。なんで基本的にこのトラック系はリベットで止まってますね。またこれで剥がすのも大変ってことですね。ドリルで全部外っていかなあかんんですけど。まあ断熱に関してはこっちの方が理想ですけど、結構めんどくさそうですね。そうなんですよ。そういう面もあるし、気密性が良すぎちゃって、はい、湿気の問題も入らなければ何の問題もないんですけど、こもっちゃうっていう。逆に入ってしまうと。そうなんですよ。逃げがないんで、そういうリスクも一応あるんですけど、向こうの場合はやっぱ木が呼吸するんで、湿気はまずこもらなくて。ほんでもなんか見とるワクワクするなこれ。いや黒もかっこいいな。めっちゃかっこいい。なるほど、前にスライドの。そうですね、そこにスライドがですね。黒かっこいいね。黒かっこいいな。暑いだろうけど。そうなんです。結局時期によってやっぱり売れる色売れない色ってあるんですよ。そうなんですね。はい。バイバイ。とりあえず仮で置いてもらうっていう感じで。そうですね。はい。で、あとこいつは抜いてもらって、破棄してもらえばそれでいい。わかりました。おー、すげえ。そうですね、少しだけ詰めてもらって。それぐらいで大丈夫です。これは上からかけちゃうと、雨漏れの原因とかもギュッとやっちゃうとなるかね。それもありますね。ギュッとやっぱそこからぐっとへこんだりすると、雨漏りの原因にはやっぱ考えられます。フレーム車積車方法で下からやっていく方が、そうですね。ってことですかね。下からか先ほどおっしゃられたように、上からでもこういうところから、なるほどなるほど。こういう4点に引っ張るイメージならもう確かに。すごいよね。クリアランスもバッチリやで。すごい、もう神やな。これいいね。それがお気に入りやな。ここ見てもらえると、このクリアランスを。この隙間見て。いや、めちゃめちゃうまいよね。
ことで出発しましたが、どう？重たい？いやいや、全然重たくないよ。変わらへん？500キロぐらいしかない。いつ取った500キロなんや。ちょっと後ろ見てみよっかな。見てみよっかなって言ってもただの壁。もう景色見れんくなっちゃった。確かに。ちょっとやっぱ上があると怖いな。揺られる？揺られるっていうかさ、このなんつうの、対向車のトラックのミラーに当たんじゃねえかって思うな。でも出てないからだね。大丈夫じゃない？ってことでちょっとぼちぼちゆっくり帰りましょうか。はい、そうしましょう。はい、安全運転でお願いします。8、おいしい？あ、1。仕上げがすごく柔らかくなった。柔らかくなった。やっぱ後ろに重みが来たからさ、弾みが少なくなった。ありがたいね。なんかワンランク上のシートに座っとるみたいな。そうやね。大げさ。ということで、このまま一旦もう帰って、また後日、また外観とか中身をね、そうやね。紹介してみたいと思います。そうやね。はい。ということで、頑張って帰ります。バイバイ。バイバーイ。さっきから高架下とかにビビってる。